はまたまたやってきました。私のリピ買い商品です。毎回言ってますが、私基本的にはね、モッパンでいろいろリビューしたいからリピはしないんですよ。もう一回これを食べるなら他のものを味わっていろんなものを試したいっていうのがあるから。でもそれでもやっぱりもう一回食べたくなる商品、これがね、私のリピ買いですね。さあ、そんな普段リピ買いしない私がリピ買いしちゃう商品を今日は紹介します。前はね、コンビニデザート編やったかな。今日はコンビニ食編です。はい、じゃあもう早速いきます。まず一つ目、CU で売られてるオルクンスジェビ。もうこれほんと大好き。もうね、今のところ3回は食べたかな。今日で4つ目ですね。スジェビってこのなんていうの、小麦粉みたいなのを水で溶いてね、こうもちもちのお餅っぽいけどなんかこう平べったい丸いやつですね。ちょっとね、辛めのピリッとしたスープに入ってます。でね、ちょっとした具材も入って火薬も入って、こんな感じでね、電子レンジで作るやつです。そしてセブンイレブンの、これも結構前から何回かもリビューしたかな、ハムチーズエッグトーストですね。フレンチトーストに挟んだサンドイッチみたいなトーストなんですけど、このシリーズ他にもいろいろ出てます。でも私は個人的にハムチーズエッグがすごく好きでよく食べてます。そしてもうね、これ今日紹介する中では一番最近に紹介してもなんか美味しいって動画で結構強く言ったからわかるかもしれないんですけど、はい、 CU の台湾式練乳サンドイッチ。練乳のサンドイッチなんですよ。練乳がね挟んでて、それがねすごく美味しくって、結構見た目こんな感じでシンプルなんですけど、前も動画で食べた通りすごい美味しいやつです。で最後、これはもう私の定番、カンドンラン。コンビニご飯食べたいなって思った時は絶対これ一緒に買う。いい感じの中のね半熟の黄身と塩加減が美味しい。日本でもね似たような商品はあるんですけど、韓国ではねこれ系だとこのカンドンランが私は個人的に一番好きです。今回 CU がほとんどかな。はい、ということでこのね私のリピ品を今日は全部食べたいと思います。もうねリピだから安心して食べれる。もう全部好きなやつだもん。早速このオルクンスジェビ作っていきます。はい、こんな感じで、これがねスジェビですね。結構ね容量多くってしっかりめにご飯食べれます。形がねちょっとなんか説明しづらい、こんな感じですね。で食べるスプーンと粉末スープと火薬ついてます。もう全部最初に入れちゃいます。カップの中に。ちょっとカップ洗ってきます。スジェビをね入れます。はい、こんな感じですね。ちょっとだけほぐします。で粉末スープ、このねオレンジ色の辛めっぽい感じのスープ粉末になってます。で火薬ですね。ちょっと鷹の爪みたいなのとネギみたいなのが入って、他にもなんかわかめとかかな。はい、こんな感じになりました。これで1000までお湯を入れてレンジで4分チンします。はい、今ねチンしてるんですけど、ちょっとね1個忘れた。これもう定番も定番になっちゃうんですけど、飲み物はバナナウユが基本なんですけど、今回はね新商品で出たリッチ味ピーチ味牛乳、これ飲みたいと思います。ちょっと色がね不思議な感じ。これ毎回迷うんですけど、高級バージョンっていう意味のリッチマンじゃないですか。できたわはい、とりあえずねスジェビが出来上がりました。はい、こんな感じですね。ちょっと今ねスプーンがボチャンって入っちゃって、ちょっと長さが短いもんでこれティッシュで持っております。はい、こんな感じでスジェビ、これがねスジェビです。小麦粉をこねて作ったもっちもちのやつです。これがプルンプルンでもっちもちなんですよ。このね透き通る感じ。はい、じゃあもう早速ねスジェビいただきます。おいしい。もっちもち。もうね、もはや餅ですもうほぼほぼ餅。結構辛いです、やっぱり。でもねすごい癖になるこのスープ。おいしい。ただ辛いのが食べれる方じゃないとそこそこ辛いです。このカップの内側にねめちゃくちゃ赤いね粉がもうついてるの見たらわかるんですけど、かなり唐辛子の粉がしっかり入ってます。ちょっとこのリッチピーチティー、これを飲んでみます。多分ねライチのピーチの牛乳です。私がいつもリピしてるのは本当に定番のねバナナ牛乳なんですけど、今回はせっかくなんで新商品を試そうかなと思って、新商品のリッチピーチ味牛乳
ライチだ。ライチ味。でもほんのりピーチの香りもあるかなって感じです。個人的にはやっぱり一番定番のねバナナウユの方が私は好きかもしれないけど、たまにねちょっと違う味のものでこういうのもいいですね。でもこれすごい本当になんかレトルトとかインスタント感がないんですよね。なんか下手したら普通にお店で売ってるのより美味しいかもって思います。やっぱ美味しいわ。これ食べ終わりました。もちもち感がやっぱたまらないですね。このレトルトじゃない感がすごい。はい、じゃあ次ご飯系食べたんでお供にいつも食べてるカンドンラン、感動の卵です。これゆで卵。はい、こんな感じから、もうなんかねつるんと剥けるのも好き。すごい剥きやすい。ちょっとじゃあ割って、この感じ半熟って言ってもねしっかり塊のある感じで、でも食べたらねとろんとするんですよね。塩気がね濃すぎないのがまたいい。なんかあんまり白身に塩味つけすぎてるのそんなに好きじゃないから。中心部分だけとろけてる。カンドンラン。リピ品はリピ品です。でもね絶対これっていうことではないんですね。代用品はいっぱいあるけど、でもこれがなんか好きかなって感じですね。この味付けの塩味の卵編の中では。ということで次ちょっとこれいこうか。これね最近も食べた台湾式練乳サンドイッチ。シンプルな感じでね、韓国でも今流行ってる台湾式サンドイッチなんですけど、練乳がめちゃくちゃ合うんですね。こんな感じでシンプルだから見た目が綺麗ですね。こんな感じでパンが3枚で1つになってます。結構ね分厚い感じです。なんか見た目はね結構パン3枚でパンばっかりに見えるんですけどね、間に挟まった練乳とかねこのハムとかチーズがいい感じに効いてるんですよ。美味しい。薄焼き卵とねチェダーのスライスチーズ、ハムでなんかこのね牛乳系の練乳の甘いね味がすごいよく合う。美味しい。なんかねこの白いこの部分が練乳になってるんですけど、これがねまたちょっと生クリームっぽい練乳なんですよ。なんかはいこんな感じでパンにしっかり塗られてます。私だけかな、なんかサンドイッチ食べるときあるあるなんですけど、こう食べたときにこの上のパンの部分が口の中の上に張り付いちゃうっていう。だから私あえてこの縦で食べることが多いんですよ。張り付いちゃうから。なんでかなやっぱりこの台湾式のねサンドイッチは間違いないですね。美味しいです。もしかしたら期間ものでね終わっちゃうかもしれない。これから終わっちゃうのが悲しいです。はい、ということで最後です。ハムチーズエッグトースト、セブンイレブンの商品です。このシリーズ他にもいろいろあるから、興味のある方ぜひ他も食べてほしいんですけど、私のおすすめはハムチーズエッグトーストです。さっきも言った通りフレンチトーストでサンドしてるやつですね。中に塗られてるジャムもまた美味しいんですよ。ちょっとだけ温めます。レンジで40秒です。はい、完成。すっごいフレンチトーストの甘い香りがしてます。うわー、でもねこのちょっとねサンドイッチっぽい匂いとフレンチトーストっぽい甘い香りとのねこのコラボの香りがいい感じなんですよ。しっかりフレンチトーストのね卵エッグのね液が染みて、このねスライスチーズとハムと卵のね潰したやつ、これがまたね美味しいんですよ。うわやば、もうパンがねとろけそうにプルンプルンしてます。さすがフレンチトースト。
おいしい。結構ね、この潰した卵がね、とろんとなってるんですね。もうほぼほぼペースト状になっちゃってます。で、白身がね、ちょこっと粒が残ってる感じ。おいしい。これはめちゃくちゃ美味しいわ。これパンがフレンチトーストで甘いね。この液染み込んでて、パンがふわもちなんですよ。なんか卵の中にね、ピクルスとか人参的なね、粒も入ってます。下からチェダーチーズのスライスがとろけてる。やっぱりこれチンしなきゃ絶対ダメ。なんか韓国のコンビニってレンジでチンするのとかね、セルフなんですよ。だからお店の中にレンジがあって自分でねチンする形。日本だとこうお店の人がやってくれるけど、だからねちょっとチンせずに食べちゃう方もいるかもしれないけど、チンしてほしい。冷たいまま食べるとまあそこそこです。まあ、どれも DP 商品だから全部美味しいけど、最後のやっぱ美味しいな。フレンチトーストのサンドイッチのやつは、普通のサンドイッチに比べるとね、パンがね、この液をね、染み込ませてるから、ベタベタなんですね。で、ちょっと食べにくい感はあるんですけど、そんな食べにくいのはどうでもよくなるぐらい美味しいです。でね、普通のサンドイッチだと最後の方パンだけになると、パンって、まあ、普通に味がないから、寂しい感じなんですけど、これはね、最後の最後まで、パンの端の端まで味がしっかり楽しめて甘くて美味しい。まあ、今日紹介したやつはね、どれも本当におすすめの商品です。まあ、関東卵はね、リピ買いっていう点ではリピ買いですけど、普通にまあ、いい感じの半熟の塩のついた卵って感じですね。まあ、それ以外はね、ぜひぜひ韓国でね、買ってみて食べてみたらね、いいと思います。ぜひね、こういったのも参考にしてみてください。どれも私のお気に入りです。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。